お辞儀の文化。皆さん、こんにちは。今日はお辞儀の文化についてお話しします。このチャンネルでは、簡単な日本語で日本の文化を紹介しています。流し聞きやシャドーイングの学習にお役立てください。日本に来たことがある人は、きっとどこかでお辞儀を見たことがあるでしょう。お店の人がいらっしゃいませと言いながらお辞儀をしたり、学校で先生や生徒が挨拶の時にお辞儀をしたりしますね。日本では、お辞儀はとても大切なマナーです。でも、どうしてお辞儀をするの？どんな時にするの？と、思う人もいるかもしれません。今日は、日本人がどんな気持ちでお辞儀をしているのか、そして、どんな種類のお辞儀があるのかを説明します。1、お辞儀の意味。お辞儀は、日本で昔から大切にされている礼儀の一つです。礼儀とは、相手に対してありがとうの気持ちや、相手を大切に思う気持ちを表す行動のことです。お辞儀には、あなたを大切に思っていますという心が込められています。日本では、挨拶の時だけでなく、お詫びをするとき、お願いをするとき、ありがとうを言うときにもお辞儀をします。例えば、誰かがあなたにプレゼントをくれたとき、ありがとうございますと言いながら、少し頭を下げますね。それが、お辞儀です。お辞儀をすることで、言葉だけでは伝えきれない気持ちを、体で表すことができるのです。2、お辞儀の種類。お辞儀には、いくつかの種類があります。場面によって使い方が違います。一番よく使われるのは、次の3つです。1、会釈。会釈は、一番軽いお辞儀です。頭を15度くらい、ほんの少し下げます。例えば、道で知り合いに会ったとき、すれ違うときに、こんにちはと言いながら、軽くお辞儀をします。これが会釈です。挨拶の気持ちを込めて、にこやかにするのがポイントです。2、普通礼。次は、普通礼です。これは、丁寧な挨拶の時に使います。頭を30度くらい下げます。例えば、会社や学校でおはようございますという時や、お客様にいらっしゃいませという時です。このお辞儀は、相手にあなたを大切にしていますという気持ちを、しっかりと伝えるためのものです。3、最敬礼。一番深いお辞儀が最敬礼です。これは、45度くらい頭を下げます。とても丁寧な挨拶や、お詫びをするとき、大切な人に感謝を伝えるときに使います。例えば、会社の社長がお客様に、誠にありがとうございました、というときや、誰かにごめんなさいを言うときです。このときは、心の中でもしっかりと、ありがとう、すみません、と思いながら、お辞儀をします。3、お辞儀の仕方。お辞儀は、頭だけを下げるのではなく、体全体でします。まず、背中をまっすぐにして立ちます。手は体の脇にそっとつけます。それから、腰からゆっくりと前に曲げて、頭を下げます。そして、ゆっくり元に戻します。お辞儀をしている時間は、会釈なら1秒くらい、普通礼なら2秒、最敬礼なら3秒くらいが目安です。早すぎると気持ちが伝わりにくいし、長すぎても少し大げさに見えます。また、目線は下に向けすぎず、自然に前を向くようにします。4、お辞儀と言葉。日本では、お辞儀と一緒に言葉を使うことが多いです。例えば、ありがとうございます。お願いします。すみません。行ってきます。行ってらっしゃい。おはようございます。こんにちは。こんばんは。などです。これらの挨拶の言葉に、お辞儀を添えると、より丁寧に聞こえます。お辞儀をするときの表情も大切です。怖い顔ではなく、柔らかい表情でお辞儀をすると、相手に温かい気持ちが伝わります。5、お辞儀をする場所と場面。お辞儀はいろいろな場所で使われます。例えば、学校で先生に挨拶をするとき、会社で上司やお客様に会うとき、お店で店員さんがいらっしゃいませというとき、電車の中で誰かが席を譲ってくれたとき、神社でお参りをするときなどです。神社では、神様にお辞儀をしますね。これは、人にするお辞儀とは少し違いますが、
相手を大切に思う気持ちを表すという意味では同じです。お辞儀は、どんな場所でも、相手を思う心から生まれる行動なのです。6、お辞儀に込められた心。日本では、形より心と言われることがあります。つまり、どんなに綺麗なお辞儀でも、心がこもっていなければ、意味がないということです。お辞儀は、心を伝えるための形です。ありがとう。ごめんなさい。よろしくお願いします。という気持ちを体で見せるのです。例えば、店員さんがとても丁寧にお辞儀をしてくれたとき、その人の真面目さや優しさを感じますね。それは、ただ礼儀正しいだけではなく、心がこもっているからです。7、外国の人がお辞儀をするとき、日本に来た外国の人がお辞儀を間違えても、日本人は気にしません。大事なのは、形よりも気持ちです。たとえ頭を少し下げるだけでも、丁寧にしたいという思いがあれば、日本人はとても喜びます。また、日本ではにっこり笑って軽く頭を下げるだけでも、とてもいい印象になります。お辞儀をするときは、相手にありがとうを伝えたい。失礼のないようにしたい。その気持ちを大事にすれば大丈夫です。まとめ。今日は、お辞儀の文化についてお話ししました。お辞儀には、長い時間の中で育まれた、日本人の思いやりや相手を大切に思う心が込められています。お辞儀の形は3つありましたね。会釈、普通礼、最敬礼です。でも、一番大切なのは、どんなお辞儀にも心があるということです。お辞儀は、日本人の心の表れです。日本に来た時や、日本人と話す時に、ぜひ、やってみてください。きっと、相手もあなたの気持ちを嬉しく感じるはずです。いかがでしたか？この動画の感想や、あなたの国の文化も、コメント欄で教えてください。日本の文化がよくわかった。日本語の勉強になった。と思ったら、グッドボタンやチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただき、ありがとうございました。